右足を下にして横向きに寝ます。足を浮かせた状態で右足を曲げ伸ばしします。右の内ももに効きます。左足は体の後ろについておきましょう。骨盤や上半身が背中の方に向かって倒れないように意識しましょう。太ももの隙間を作るためにこの動画では内ももを中心に行います。筋肉太りしないように動画の最後にはゆっくりとした内もものストレッチが入っています。横向きのまま下の足を真上に持ち上げましょう。内ももの筋肉を使って持ち上げるイメージです。できる限り高く上げるようにしましょう。この種目は NG パターンがあるのでご紹介します。つま先が上を向いてしまう。もう一つは骨盤が後ろに倒れてしまう。これが NG です。正しいやり方は骨盤が後ろに倒れずにつま先が真横を向いています。もし後ろに倒れてしまうようであれば左足を体の前に持ってきても良いかもしれません。次の種目も内ももです。下の足を持ち上げて股関節付け根からくるくる回します。できる限り大きく円を描きましょう。内ももを使って足を持ち上げるイメージです。内ももの筋力が弱くなると膝と膝をつけているのが辛いので横脚になったりガニ股になったりしてしまいます。この動画で内ももを使うことも大切ですが日常生活で意識することも大切です。例えば椅子に座っている時に膝と膝が離れてしまう人は内ももが弱くなっている証拠です。膝同士をつけて座るようにしましょう。次は両膝を曲げた状態で上の足の股関節を外に開きます。外ももではなくて僕が手を添えているお尻のあたりの筋肉を使って外に開きましょう。真上に上げるのではなくて外に開くイメージを横から見せます。こんな感じです。 NG パターンは骨盤が後ろに倒れてしまう。どうしても骨盤が倒れてしまう人は壁に背中を当ててこんな風に行うと良いと思います。次もその体勢のまま下の足を床から浮かせて膝を曲げましょう。浮かせた状態で曲げるので内ももに効きます。これは結構テンポよく膝を曲げましょう。右の内もも使っている感覚あれば OK です。膝を伸ばす方向ではなくて曲げる方向に力を入れましょう。外ももが床につかないように意識しましょう。きつかったら最後の10秒休憩しても大丈夫です。頑張れる人あと5秒です。4、3、2、1、お疲れ様です。そのままの体勢で股関節を大きく回していきます。まずは大きく外回ししてみましょう。60秒間のうち最初の30秒間は外回し、後半の30秒間は内回しを行います。股関節の付け根から動かす意識でやってみてほしいのですが、感覚わからない方は僕みたいにお尻の横に手を置いておくと股関節が動いている感覚が手でわかります。では後半の30秒は内回ししてみましょう。最近コメントであまり伸びている感覚がしないという意見もいただきます。そもそもズボラストレッチはズボラな人向けストレッチなのでそんなに強めのストレッチじゃないです。寝ながらこんな簡単なストレッチなら私でも続けられると思っていただくのが最初の一歩だと思ってます。一緒に頑張っていきましょう。次は反対向きになります。寝返りを打ちましょう。左足を床から浮かせて膝を曲げ伸ばしします。伸ばす時に力を入れましょう。右足は体の後ろに立てておくと良いと思います。左の内ももを使っている感覚があれば OK です。左足は
ほとんどの方が利き足ではないと思うので、右足に比べて難しいです。ゆっくりでも良いので、しっかり膝を伸ばしきるように意識してやってみましょう。次は左足を内ももを使って真上に持ち上げます。左足のつま先が真上を向かないように意識しましょう。つま先が真横を向いている状態の方が内ももに効きやすいです。内ももは普段使わない部分なので、どうしても内もも以外の筋肉を使ってしまいがちです。空いている手を内ももに添えて、内ももが動いていることを意識しながら行うと良いと思います。無理せず最後の10秒休憩しても OK です。習慣化することが大切なので、無理せず自分のペースでやりましょう。僕もかなり疲れてきたので、ちょっとだけ休憩させてください。次の種目は左足を浮かせてくるくる回します。内ももを使って持ち上げて、股関節付け根から大きく回すイメージです。疲れてくると骨盤が後ろに倒れてくる傾向にあるので、後ろに倒れないように意識しましょう。あとは内ももを使う意識、これも大切です。無理せず最後の10秒休憩しても大丈夫です。僕はすでに結構この時無理してます。本当にすいません。僕が限界です。少しだけ休憩させてください。一応トレーナーなんですが、アラサーのデスクワーカーなので結構きついです。次は両膝を曲げた状態で右の股関節を外に開きましょう。左足で行った時に NG パターンをお見せしました。骨盤が後ろに倒れないように意識しましょう。外ももではなくてお尻の横の筋肉だけ使いたいので、僕と同じぐらい少しだけ開けば十分効くと思います。この動画も半分が経過しました。最後にはゆったりしたストレッチが入ってます。そこまで行うと筋肉太りも防げますので、一緒に頑張りましょう。少し休憩しましょう。後半にかけて少し休憩が増えてくると思います。では左足を浮かせた状態で膝を曲げましょう。膝を伸ばす方向ではなくて曲げる方向に力入れましょう。左の内ももに効いている感覚があると思います。もうきつくてダメだ、これ以上頑張れないという人は無理せず休憩しましょう。無理して嫌になって明日からやらなくなるよりも、無理せずに明日も明後日も続けた方がよっぽど効果的です。一緒に頑張りましょう。はい、休憩しましょう。ストレッチで一番大事なのは間違いなく継続です。ゆるーく長く継続しましょう。右の股関節を外回しに動かしていきます。股関節付け根からゆっくり大きく回すのがポイントです。最初の30秒は外回し、最後の30秒は内回しで行いましょう。極端な話、今日60分ズボラストレッチ頑張ったら足細くなるんですが、明日明後日にはすぐ戻ってしまいます。だったら毎日15分を継続した方がよっぽど効果的です。サボる日を作ってもいいので、ゆるーく継続しましょう。最後は反対に内回し、股関節を回しましょう。ちょっと太ももを細くするぐらいなら1週間も頑張れば結果は出るのですが、それを体に覚え込ませるのが大切なんです。最低でも体に覚え込ませるまでに3ヶ月はかかると言われてます。毎日じゃなくてもいいので、ゆるく継続できるよう頑張りましょう。横向きお疲れ様でした。上向きに寝ましょう。皆さんに見やすいようにちょっと向き変えますね。ちょっと休憩してて大丈夫です。次は足パカをしていきます。壁を使う場合はお尻を壁につけましょう。壁がなくても問題ありません。ゆっくり足パカしましょう。開けるところまで開いてゆっくり閉じる。閉じるときに右足上、左上、交互にクロスしましょう。閉じるときに内ももを使うイメージです。ちょっとだけ説明させていただきたいので、
向きを変えますね。皆さんはそのまま続けてて大丈夫です。余裕があって下っ腹も鍛えたいという人は、こんな感じでお尻を少し床から浮かせましょう。そうすると下っ腹にも効きます。もしも腰が痛い人は、お尻の下にクッションか自分の手を入れてお尻を持ち上げましょう。この足パカの目的は内ももを使うことです。もしきつければ膝を曲げても問題ありません。内ももが使えていることを意識しましょう。少しだけ休憩したら、両膝を曲げた状態で股関節を左右にねじっていきます。左に倒す、右に倒す。外ももが床につくぐらい足を倒しましょう。すごく簡単そうに見えるのですが、普段なかなかない股関節を内にねじるという動きが自然にできるので、このストレッチはおすすめです。習慣化することが難しい方は、ぜひコメント欄うまく活用してください。質問いただけたらお答えしますし、実践報告をみんなでし合って盛り上げています。